はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。早速いきますね。前回ね、恋愛の動画も見たいですってコメントありがとうございました。この後すぐ撮りますので、また続きも楽しみにしていてくださいね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。11月前半です。ワンドキング逆、ソードナイト逆、鳳凰、ワールド逆、ペンタクス4逆、ジャスティス逆、カップ10逆、気をつけることや対策がペンタクスの8とエンペラーとオラクルはストレングスです。強いそうですね。ちょっと星の話先にさせていただきますが、11月の1日が蠍座で起こる新月になります。でこの新月は獅子座の皆さんにとっては自分の心の奥深くで何かがカチッと音がするみたいな、何か心の奥深くやもしくは家族間を通してとか自分の在り方を通して、要するに表面的なことではない深いところにおいて何か気づきが起きやすい時になるんですね。深い自分の本当の自分にアクセスしやすくなるとか、本当の望みにタッチできる、それを自覚できるっていうこともあるかもしれません。はい、でそれともう一つ11月の4日に火星というバイタリティとかチャレンジとか勇気とかね、行動力っていうそのエネルギーが獅子座に入ってくることによって、獅子座の皆さんはこの11月の4日から以降ですね、何かを頑張りたくなるとか、すごく自分にいい意味でメスを入れるみたいな感じがあるかもしれません。とにかく何かが火がつくみたいな感じかもしれませんね。これよくいい意味で言うと、はい、ちょっと解説していきますが、とにかくすごくバイタリティがアップしてると思っておいてください。でなおかつ11月3日以降はですね、水星もいて座に入ってきますし、今ちょうど自分の人生というものをしっかりと捉えて、どのように楽しんでいこうかとか、どのようにこの人生という大劇場を自分が楽しみながら生きていくかみたいなことを考えさせられる時なんですよね。なので普通に楽しもうと思えば楽しめる。誰かを育てたいとか何かをケアしたいとか、そう思うならそれもできる。どんなことを自分が選びたいですかっていうのが、お問い合わせとして来ていますね。非常に愛の力っていうのが今すごく強い感じがしてて、やっぱりオラクルがまさに力っていうねものなので、不可能を可能にする力があるよって、それは何はさておき愛の力じゃないですかみたいなメッセージだと思ったんです。ですので自分が誰かを大事に思う気持ちとか、もしくは自分自身を愛そうという気持ちとか、そういったものがいろんなものを変えていく可能性になるんだよっていう感じがしました。ちょうどね、獅子座の皆さんって11月20日以降は天王星もまた水亀座に入るので、関係性が変わっていくっていうこともありますけれども、関係性が変わるっていうのは他者が変わるだけじゃなくて、それを通してそれを経験している自分自身も変わるわけで、もしかしたら関係性とか契約とか、そういった自分じゃないものを通して自分が変わらされるきっかけがたくさんある方もいらっしゃれば、または自分自身を深く見て自分に葉っぱをかけるとか、さっき言った自分にメスを入れるみたいなね、怖いんだけどやってみる、自分のためにやってみる、自分の力を信じてみるみたいな、そういった動きが出てくるかもしれませんね。特に4日以降、11月の4日以降っていうのはそういったバイタリティがやってくるので、エネルギー的には急に走りたくなるみたいな感じがあるんですけれども、別に本当にマラソンとかしなくても、ご自身が自分の人生においてポジティブにそのエネルギーを使っていく、挑戦していくみたいなことができますよという流れです。ただカードで見るとちょっと注意なんですけれども、目標値が高すぎてそれはもう無理かなみたいに自分で思ってやる気を損なわれているっていう感じがしたんです。本来は今ある獅子座の皆さんが持ち合わせてるこの状況の中でいくらでも何だって自分がやりたいと思ったことはできるのに、自分が求めてるものはここじゃないんだ、ここだから
それをやるにはもっとあれが大変、これが大変、そのためにはこうこうって考えてるうちに、なんかちょっと無理かなみたいになって、こうどんどんエネルギーが下がっていってませんかみたいな感じで、まるで自分が欲しいものが自分の手の届かないところにあるみたいな感覚になってるんじゃないかなと思ったんです。だから夢を描くとか、何かこうなりたいっていう思いは描こうと思えば描けるけれども、どこか夢物語とか、どこか今の自分とかけ離れたものを描きすぎて、それがつながらないみたいなね、なんかそんな感じかなっていう感じがしたんですよね。もう幸せは今ここにあるみたいな、その今の状況の中での豊かさやありがたさや自分の愛っていうものを感じていると、自然と流れていくんですけどもね、なんか今を否定しながら何か遠いものを追い求めているかどうかはちょっとチェックしてみてくださいね。すごくなので、お仕事に関しても本当はもっとこれぐらいやりたいんだみたいな、なんか一つの例ですけども、例えばもう月に100万は稼ぎたいんだって言って100万稼ぐ仕事をするぞってこう思いを目標を掲げるけれども、そのためには何をしたらいいんだ、こうしたらいいんだ、もっと資格が必要だ、こうでなければならないみたいな考えてるうちにどんどん時間が過ぎて、現実はそんなに自分では思うように稼げていないみたいなね。たとえその目標値に達成していなかったとしても、今目の前にあることをやっていきましょうよとやっていくと、気がついたらそれぐらいの価値のことやってるよねとか、それぐらい十分現金としてそれが入ってきてなかったとしても、それなりの行動をしているのであれば必ず入ってくるということで、実際はもらえるエネルギーになってるかもしれないんですけど、何かそこにこうすごく頑張るエネルギーあるんですけど、違う方向にエネルギーを使っていたり、自分を責めたりしているかなって感じがしました。なのでちょっとメッセージとしては、十分ここまで自分が信じてきたものって間違ってないので、それでいいけれども、もう少し自分に注目して、今の自分が手にできるものを確実に手にしていってくださいって感じがしました。ちょっと待ってくださいね。それとなんだか全体運を今見てますからね、なんだか自分が何かを手放さなければいけないというような感覚になっているのかなっていう感じもします。これはこうあらねばならないと思う自分の理想像かもしれないし、もっとこれぐらい稼ぎたいんだみたいな、こうやってこれぐらい稼いでこんな風な楽な生活したいんだって思ってる、その思いかもしれないし、何か分からないんですけど、何か自分が凝り固まってしまった自分の思いっていうものを手放せますよと、なんなら手放しても大丈夫ですよっていうささやきが聞こえてくるみたいな感じです今。でそれを教えてくれるのは、その関わってる人、他者だったり深く関係してる人だったり友達だったりということで、他者を通してその、気づきがある、凝り固まった自分の信念っていうものが少し剥がれつつあるみたいな感じで、でも剥がれちゃった方が楽だよっていう感じです。でもご自身はいや頑張らないとか、もっとうまくやらないとって思ってるんですけれども、自分がこうだと決めてやってる行動以外のもっと大きな目的や生かされている感覚っていうものがちゃんと守っているから、自分が全てを把握してなくても大丈夫だよっていう感じがしましたね。これはなんとなくその感覚的に、ただ今はご自身が何を感じるかという、その感じていることに対して誠実に行動を起こしていきましょうと。無理に自分を大きく見せる必要もないし、キャパ以上のことをやろうとする必要もないし、その何かを手放していくタイミングなのであれば恐れなく手放しても大丈夫なんだよって、別に手放して本当に消えるものなんか何もないんだからみたいな感じかな。自分のエッセンスが失われるわけじゃないんだからっていう感じです。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。ソード9、カップキング、カップの5ということで、仕事に対してはなんかね、やらなきゃいけないのは分かっているけれども、それどころじゃないんだっていう感じですかね。
こう仕事を頑張るとか役割を果たすっていうよりもやっぱりテーマが今違う感じがしますね。そこじゃない感じがしますね。新月もね、11月1日の新月も深いところの本当の自分にタッチするよっていうことなので、本当に自分が求めているものは何なのか、そのために仕事を頑張ろうと思っていたんだとか、仕事そのものだけが目的じゃないっていうのが今のこの11月前半はそんな感じで出ています。それを無理やり仕事をしなくっちゃっていうふうにするとちょっとしんどい感じがしますね。感情的にしんどい感じがする。ただ強いて言うと、せめてその仕事場の上司やそのお世話になってる人には迷惑かけられないから、その人たちのためには頑張ろうみたいな気持ちはすごくある感じがします。でも自分自身のために、自分のエネルギーを整えたり、自分を本当にベストな状態に持っていくために今仕事が必要ですかっていうと、仕事以外のことの方がエネルギーが強くて、そっちのことはあんまり考えられないみたいな感じですかね。いいと思いますよ。期間限定だから、これは期間限定で、じゃあ11月はそういう時でしようみたいな、もう最低限こなせてたらいいっていう風にしようみたいな感じでもいいと思います。11月22日からね、またエネルギー変わりますので、それまではできることをやっていく。あまり仕事に対して高い目標を掲げすぎないとか、仕事って別に会社でお勤めする仕事だけじゃないですからね。日常生活での役割も仕事だとしたら、そこにエネルギー注げないと思ったって別にいいと思うんです。はい、そんな感じかな。あとちょっと人間関係見てみますね。カップのエース、カップ10、フールということで、カップの10が2枚も出てきているので、非常に感性は深く揺さぶられるというか、深い愛情や深い喜びを感じられる時なんだなと思うんです。でもそれだけ深いものを感じるには、その相反するエネルギーを経験してるからこそ感じられると思うんですね。例えば本当になくしてしまうんじゃないかという恐怖があるから、今これがあることが本当にありがたいとか、そんな感じですね。なので非常にこれは健康もそうですしね、自分が健康が悪いんじゃないか、どこか大きな病気なんじゃないかと思ったら、急に健康のありがたさって感じるじゃないですか。そんな感じで何か大きな喜びを感じるための前振りがあったのかなっていう感じがします。でそれはその前振りがあって本当に壊れていくっていうものではなくて、その恐怖や不安感っていうものを通して、本当はどうしたいですか、本当はどうありたいんですかっていう自分の中の愛情をもう一度呼び起こしているみたいな感じがあるんですね。だから人間関係においてはとっても深い愛情を感じられるチャンスがあるけれども、自分がそれを疑ってみたり、またはもうどうでもいいやっていう気持ちになったりしやすいなっていう感じがしました。ちょっとまたね、恋愛に関してはちょっと特化して見てみますので、本当はすごい深い喜びを感じられるチャンスなんだなっていうことだけ覚えておいてください。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね、獅子座の皆さん。はい、どうですか。これはこのカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんの直感を通してね、メッセージを受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受けたのか、またよかったら教えていただけると嬉しいですが、でもね、パートナーシップっていうね感じのカードが出てますので、やっぱり関わっていくんでしょうね。もし何かしらのね、葛藤とかいろんな思いはあるかもしれないですけど、やっぱりつながっていくし、つながることをコミットしていくんだなって感じがします。もうやると決めたらやるっていうかね、ちゃんと理解し合おうと決めたら理解し合う努力をするでしょうし、そうやってつながっていくよって感じがします。すごく大きな感情を感じるための期間が設けられているっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。